こんにちは、みえこです。今日はね、このカバンを作りながら、いつも布を選んでいる時の動画を撮りましたので、皆様にご紹介しますね。この布を使いたいなと思ってまず最初に選びました。で、選んだ時の基準は少し大きい模様の布を選んでいます。で、秋なので少し落ち着いた色と秋らしい模様を中心に選んでみました。茶色はね、秋にはどうしても使いたくなりますよね。そしてね、この布と一緒に必ずペアにする布がこの布です。これね、無地じゃないんですよ。小さい模様が入っている色なんです。この布の隣に配置すると、それぞれの布がすっきり見える布ですと思ってますね。このピンクの濃い布はちょっと色が合いませんね。それからこれね、茶色の布もここにのせるとすっきりして綺麗に模様が浮いているように見えます。そしてこの布と一緒にこういうなんていうかね、規則的に模様が並んだ布も同時に使います。この布はメインの布、大きな模様の布を引き立ててくれます。なので間に挟んだりしてよく使っていますよ。これ間に入るとメインの布が綺麗に見えます。それからこれもね、無地に近いんですけど、小さい模様がある布です。この布も先ほど選んだ布が全部ね、ぴったり合うんですよ。で、順番に重ねて色が合うかどうかを確認しています。毎回の作業でいつもこうやって布選んでますよ。で、この緑色は茶色の色にも合うと思っていて、で、このね、規則正しい模様の布もなかなかいい仕事をしてくれるんですよね。で、大きい模様の布をこの間に挟んで配色をしています。これね、順番に並べて、だいたいこの配色がいいかなと思って作品を作っています。で、布をこうやって選ぶ時も、明るい部屋で選ぶ時と夕方ね、暗くなってくると配色が変わってくるので、いつも明るい時間帯に布を選んでいます。もう一つ言うと、自然光と蛍光灯の色はやっぱり違って、自然の光は一番綺麗に見えますよね。
全部の布は隣に合わせても全部合いそうだなとだいたい決めてから、あとはいろいろな布をちょっとずつ足していきます。メインはこの布です。ではまず布切りますね。パターンを作ります。パターンは簡単ですよ。3.5 センチ幅の布を使って縫いますね。で、シンプルなパターンは布の模様がよく見えるので、大きい模様の作品にはシンプルなパターンが似合いますよね。ここ縫いますよ。縫い代7ミリでね。で、こうやって全部のパターンを作ります。片側に16枚のパターンが必要で、裏と表合わせて32枚のパターンが必要です。そしたら4枚ずつ縫いますね。キルト綿の端を縫いますよ。次にプレスして、これは横の部分ですね。カバンの横の部分の布です。で、これに接着できるキルト綿を接着します。ね、こういうねシンプルな模様はミシンでステッチするときにステッチの模様が綺麗に出るんですよね。で、これは裏布、内側の布ですね。2.5 センチかな、2.5 センチずつ縫い代をつけるといいですよ。それからこれは持ち手の紐ね。長さは自分のお好みで調整してくださいね。これは接着できるキルト綿を接着しています。で、これステッチして最初にカバンに留めます。これ中に入れる仕立てを使いますよ。ちょっと長くしたのは持ち手の紐がすぐ取れないようにちょっと工夫をしましたよ。
しっかりプレスして、今度はステッチまたはキルトします。キルトラインがあるときれいに縫えますよね。で、こんな風に縫いますね。ミシンで縫うとだんだん裏布がずれてくるので、針止めたまま縫うといいですよ。そしたら片側だけトップと同じ大きさに切って2枚合わせて縫います。続いて縫い代を2センチに切って、裏布で布の端を隠します。今度は底縫いますね。トップと同じ大きさに裏布を切ります。裏側にして、これね1センチぐらいピンクの布印をつけてあります。ここを折ってマチにします。これね、マチの大きさここで調整してくださいね。で、これを縫います。これはね、布の端を隠すための布です。これを重ねて一緒に縫いますよ。だいたい1センチぐらいの縫い代でミシンで縫います。そしたら布の端をきれいに隠してもう一度縫います。ここはね、手縫いで縫っても大丈夫ですよ。はい、できました。あとは入れ口に紐をつけました。スナップボタンでもいいですね。で、この紐をつけて、完成ですよ。これね、裏も表も使えますよ。ちょっと小さくて入れ口が広いので使いやすいカバンになると思います。で、布の選び方参考になったら嬉しいです。今日の動画はこれまでです。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。